その日俺は、妻の南にいい報告ができることが嬉しくて、会社からの帰り道、自然と早足になった。大学を卒業して建設会社に就職してから30年余り。同期はもちろん、後輩が昇進しても特に羨ましいと感じたことはなかった。大野俊也、営業二課係長を任ずる。そう記された事例を見たときは、出世欲が皆無だった俺でさえ、さすがに身震いした。いい知らせがあるんだ。今日は早く帰るよ。南に電話をして、そう告げる。わかった。どんなことがあったかは、帰ってからのお楽しみってわけね。私も今日は早く帰れると思う。仕事中に連絡を入れたことがほとんどなかったから、南は俺に何かいいことがあったと感づいたのだろう。電話口の声は明るかった。帰宅して風呂に入り、夕食のテーブルに着く。食卓には豪勢な料理が並んでいた。それで、いい知らせって何かしら。目の前に座った南がニコニコしながら尋ねる。俺は姿勢を正した。真面目に報告することが、これまで文句の一つも言わず、俺のことをサポートしてくれた南への礼儀だと考えたからだ。この度、係長への昇進が決まりました。そう告げた瞬間、南の顔がパッと明るくなった。おめでとう。よかったね。そういった南の声は震えていた。それから下を向いて、右手で涙を拭うような仕草をする。そんな南の様子を見ながら、俺もいろんな思いが胸にこみ上げた。南の気持ちは、せわしく変化する。顔を上げた南は、満面の笑みを浮かべていた。二人にも連絡しなくちゃ。そう言いながら、スマホを手に取り、何やら操作して手元に置いた。スマホから音楽が流れてきたのは、その直後だ。そうなのよ、お父さん。係長ですって。電話に出た南はそう答えて、電話の相手と楽しそうに会話を交わす。そして、南は俺をちらっと見ていった。父さんに変わるわね。南が話していた相手は、長女のユキナだった。社会人1年目のユキナは、市内のアパートで一人暮らしをしている。俺は、ユキナと短いやりとりをして、電話を切り、スマホを南に返す。南がスマホを受け取った直後に、また電話が鳴った。そうなのよ。お父さん係長ですって。ユキナと全く同じ会話。俺は電話の相手が、県外の大学に通っている長男の光一だと分かった。南からスマホを受け取り、俺は光一から祝福の言葉を送られた。電話口の光一は、自分のことのように嬉しそうだ。ようやく家族孝行できたかな。家族の喜ぶ様子を見聞きして、俺はそう思った。あなたにとって人生初の昇進ですもの。何かお祝いしなくちゃね。何がいい？夕食後にお茶を飲みながら、南が俺に尋ねる。特に何もいらないよ。俺がそう答えると、南は少し大きな声になった。こういう時は、けじめってものが大切なのよ。そうね。新しいスーツを買いましょう。しかも、とびきり素敵な。スーツは何と言っても、ビジネスマンの基本だもの。南の顔は好調していた。我ながらいい考えだわ、といった感じの表情をしている。こんな表情をしている時の南には、俺が何を言っても無駄だ。一度決めた意見を曲げることはない。ちょっと大げさだな。そう思いながらも、俺は南の提案を受け入れることにした。それから3日後、久しぶりに夫婦揃って仕事が休みだったことから、俺たちは街に出かけた。一番の目的は、俺のスーツを購入するためだ。せっかくの機会ですもの。一着、仕立ててもらいましょう。南が目を輝かせながら言う。俺は、南の仕立てるという言葉が引っかかった。購入するのは、
出来合いのスーツで十分だと思っていたからだ。しかも、南は、とびきり素敵な、と言っていた。仕立てるとなると、金額も相当なものになるだろう。少し心配になった俺は、南に本音を伝えた。50を過ぎて、やっと係長だから、大げさじゃない方がいいな。お金のことなら心配しないで。私からプレゼントさせてもらうわ。間髪入れず、南が答える。俺がどう言っても、南が考えを変える様子はない。ありがとう。俺はそう言って、南の横を歩く。覚悟というほどのことではなかったが、南が言う通りにすることに決めた。スーツを一着仕立てたいのですが。対応した男性店員に南が言った。俺たちが入ったのは、自宅から歩いて行ける距離にある一軒の高級紳士服店。創業して10年ほどの運営会社だが、積極的な店舗展開で急成長している。それまで何度も店の前を通ったことはあったが、俺が店内に入るのは初めて。落ち着いた雰囲気の店内には、ファッションには無頓着の俺でも高級だとわかるスーツが整然と並んでいた。俺はそこに自分が身を置くことが場違いなような気がして緊張感が高まった。スーツを仕立てたいという南の言葉に対する男性店員の対応に俺は唖然とした。お客様、当店へのご来店は初めてでいらっしゃいますか？当店一見のお客様はご遠慮いただいております。向かいの古着屋で十分ではございませんか？まさかいきなりそんな言葉をかけられるなんて思ってもみなかった。言葉遣いこそ丁寧だが、明らかに俺たちを見下した態度だ。君、そんな言い方はないんじゃ。さすがにカチンときて一歩踏み出した俺を南が制する。そしてあっけらかんとした口調で言った。そう。じゃ、そうするわね。こういう時、割り切りが早いのも南の性格の特徴だ。颯爽とした感じで店の出口へと向かう南の後を、俺は少し戸惑いながら追いかけた。結局、別の紳士服店でスーツを仕立てることになった。その翌日のことだ。会社からの帰り道、俺は食品スーパーへと向かった。南から帰りが遅くなるという連絡があり、食材の買い出しを頼まれたからだ。その途中、高級紳士服店に差し掛かった俺に、昨日の嫌な記憶がよみがえる。昨日みたいな経験は、二度とごめんだな。二度とこの店を利用することはないだろうけど、そう思いながら、なんとなく店のショーウィンドウに目をやった時だ。店内にいた男性と目が合った。昨日俺たちにひどい態度をとった男性と同一人物なのが分かった。向こうも俺に気づいたらしい。表情が一変した。俺はそのまま通り過ぎようとしたが、そういうわけにもいかなくなる。その男性が店を飛び出してきたからだ。そして行く手を遮るように俺の前に立ちはだかる。気のせいか、男性の表情は青ざめていた。次の瞬間、男性は大きな声で言った。昨日は、誠に申し訳ございませんでした。男性は深々と下げた頭を上げようとしない。昨日の嫌な対応を思い出し、そのままやり過ごそうと思ったのだが、俺は男性が震えていることに気づいた。何か理由があるのだろう。そう考えた俺は、顔を上げてください、と声をかけた。ゆっくりと顔を上げた男性は、懇願するような表情で言った。ここではなんですので、店内へどうぞ。特に用はありませんので。俺はそう答えて、その場から離れようとしたが、男性はなぜか食い下がった。そうおっしゃらずに、中へどうぞ。南から頼まれた買い物のことが気になったが、俺は男性から背中を押されて、仕方なく店内へと入った。昨日は、誠に申し訳ございませんでした。
店内に入るなり、男性は再び俺に謝罪した。何度も謝られる理由がわからずにいると、男性が続ける。本日、本社から緊急の通達がありました。くれぐれもお客様が不快になるような態度を取らないように、と、私も思い当たる節があったものですから。男性が思い当たる節というのは、昨日の俺と南に対する接客態度だろう。もしかしたら、男性は俺が会社に告げ口した張本人だと思っていたのかもしれない。それならあんなひどい態度を取らなければいいのに。思わずそう考えたが、俺はその本音を胸にしまって男性に言った。私、昨日のことを本社に言ってなんかしていませんよ。すると男性は、ほっとした表情をする。本社からの緊急通達の原因が自分の接客態度ではなかったと判断して安心したのだろう。しかし、すぐに真面目な表情になる。原因が自分でないと分かって安心するようではダメですね。本社からサービスの原点を再確認するようにと指摘されたばかりなのに。俺は反省しきりの男性の態度を見て、ここでのやりとりをしっかりと南に伝えなければと考えた。すべてが言い訳になると思いますが、そう言って男性は、部外者の俺にそこまで喋っていいのかというくらい詳しく話を聞かせてくれた。俺はそれが男性の誠意だと受け取った。一見のお客様はご遠慮いただいているというのは、半分本当で半分嘘だった。半分本当というのは、初めて来店した人をすべて追い返していたわけではなく、その男性の判断で選別していたからだ。実際、男性がきちんと対応した来店客がリピーターになることで、その店は十分な収益を上げているらしい。その意味で、男性はお客さんを見る目があったということなのだろう。確かに、昨日の俺と南は、カジュアルというよりも、ラフに近い服を着ていた。別にかしこまる必要なんてないでしょ。南がそう言ったからだ。男性にとってその日の俺たちは、店にはふさわしくないと判断される格好だったのだろう。しかし、俺に対して説明する男性の口調からは、深い反省も感じられた。店を出る時の俺は、なんとなく、すがすがしい気持ちだった。今日いいことがあったよ。その日遅く帰宅した南に夕食を出しながら、俺は話を切り出す。何かしら。南が興味ありげな表情で聞き返した。俺はその日の夕方にあった出来事を南に説明した。それはよかったわ。俺が一通り説明を終えると、南が静かにつぶやく。そして俺は南に尋ねた。お客さんへの対応を再確認するようにアドバイスしたのは君だよね。すると南は微笑みながら言った。社外取締役として当たり前のことでしょ。そうなのだ。インテリアデザインの会社社長を務める南は、あの高級紳士服店の運営会社社長と旧知の仲。その関係で高級紳士服店の運営会社の社外取締役を5年前から務めていた。あの店の男性から聞いた話をきちんと南に伝えなければと俺が考えたのは、彼女がその会社の役員だったことが大きな理由だ。南はずっと以前からその店で俺のためにスーツを仕立てたいと考えていたそうだ。しかしこれまでスーツを仕立てるきっかけがなかった。そんな中、ようやく俺の昇進が決まる。それで俺に有無を言わさずにあの店へと向かったというわけだ。でも別の店でスーツを作ってよかったの？俺が質問すると南は言った。競合店の品質を知ることは大切でしょ。それにあの店でスーツを作る機会がなくなったわけじゃないんだし。そして南はいたずらっぽい視線を俺に向ける。それって俺に早く次の昇進をしろっていうこと？俺が聞き返すと南はゆっくりとうなずいた。
私が言うのもなんだけど、あなたはもっと評価されて叱るべき人間よ。夫だから色眼鏡で見ているわけじゃないわ。その時々に合わせて適切に判断する能力をあなたは持ち合わせていると思っている。だから自分を信じて頑張ってね。そう熱く語る南は、俺の妻というよりも一人の企業トップという雰囲気を醸し出していた。君がそう言うなら間違いないかもね。そう言って俺が笑うと、南が穏やかな微笑みを俺に向ける。この笑顔がもっとたくさん見られるように頑張ってみるか。俺は心の中でそう誓った。